この映像はとある殺人事件の犯人と潜入捜査官の会話を捉えたものです。Somebody got poison next door. Federal what? That might not be a lot to you, but it's a lot to me. Oh well, sorry. They said they never caught the person that did it, and it really frightened me. I hope I'm not a prime suspect. おどけながら話すその男は、捜査官が証拠をつかむため数年友人のふりをし続けなければならないほど抜け目ない人物だったんです。1988年10月23日、アメリカフロリダ州アルトゥラスレストランで働いていた女性ペギー・カーは突然胸に強い痛みを感じました。苦しい。彼女はその後病院へ向かいますが、原因は医師でさえすぐには分かりませんでした。そして懸命の治療も虚しく、ペギーは死亡。彼女の死は殺人だったことが判明し、すぐに容疑者が浮上します。しかし警察はその人物を何年も逮捕できませんでした。警察を翻弄し続けたその男は世界上位 2% の IQ の持ち主だったんです。世界上位 2% の IQ の男が起こした女性の不審死事件、一体どのように殺人が行われたのか。完全犯罪が崩れるきっかけとなったのは犯人が見せた慢心でした。おさすけんちゃんです。やみやみがんね。先日スペインに行ってきまして、バルセロナに行きまして、バルセロナといえばメッシ？そうなんです。今アメリカなんですけど、バルセロナにカンプの FC バルセロナって世界一のサッカーチームの拠点があって、そこの博物館に行ってきたんですよ。博物館なんてあるの？何が飾ってあるのよ。メッシのバロンドールの像とか、本物かわかんないですけど、多分本物かな。ということ、バロンドールのあのトロフィーを抱えてるメッシの像ってこと？バロンドールの像とメッシのユニフォーム、あとはメッシの映像だったりとか。メッシメインじゃない？いやでも昔の選手、ロナウジーニョ。バルセロナといえば僕はメッシもそうなんですけど、やっぱロナウジーニョ。エモいのが、確かバルセロナの一部のプロデビュー戦のメッシの初ゴールってアシスト確かロナウジーニョがしたんですよ。ロナウジーニョはまだメッシが有名になる前に、これから彼が世界一の選手になると言って周りは疑ってたんですけど、本当に世界一になり、かたやロナウジーニョはどっかの国にパスポート不所持で入っちゃって逮捕され、刑務所の中のサッカーリーグチームで優勝したらしいんです。当たり前だよねみたいな。ロナウジーニョパリピですから、プロ生活中も夜遊びしすぎて太っちゃって、バルセロナ全席短くてすぐ退団しちゃって。まあまあでもそんな人でもやっぱりサッカーで残した彼の華麗なプレーとかは、功績は色あせないものがあるわね。すごい。全盛期のロナウジーニョって本当にみんながワクワクしたと思う。メッシすごいんだけどシンプルじゃんプレーが。だからすごいんだよ多分。ロナウジーニョとかクリスティアーノ・ロナウド無駄な動きしちゃう。ゴールへの最短距離というよりかはやっぱパフォーマンスもあるような感じのね、腹のあるプレーよね。皆さんもサッカーの試合見に行くこともあるのかもしれないですけど、ミュージアムで歴史も見れたりね。サッカーファンに関してはよだれもんじゃないの？ちっちゃい謎の玉買いましたね。何の玉よ。今回はアメリカフロリダ州で起こった殺人事件をご紹介します。この犯人は世界の上位 2% に入る IQ の持ち主で、その頭脳で警察を翻弄し続けたんです。上位 2% めちゃくちゃ手強いんじゃないのそれ。すごいよ。でもさ、それ殺人なんかに使わないでほしいわよね。もっと別のことに生かしたはずなのに、もったいないですよね、シンプルに。類いまれなる才能を持つその男に狙われた女性は、わけもわからぬまま命を奪われたんです。なんで私が1988年10月23日、アメリカフロリダ州アルトゥラス、街のレストランでウェイトレスをしていた女性ペギー・カーは突然胸に強い痛みを感じました。苦しい。おかしいのは胸の痛みだけではなく、手がしびれ足もひどく痛みます。ペギーはその後すぐに病院へ向かいましたが、不思議なことにどんな検査をしても不調の原因は特定できませんでした。おそらく心因性のものでしょう。医師もはっきりとは判断できないままそう告げ、3日間の入院を経て自宅へ戻ることに。そしてそれから数日後、さらに奇妙な出来事が彼女の身に降りかかるんです。ペギーは夫のパレアリーン・パイカーとお互い子連れで再婚し、4人の子供に1人の孫という大所帯で暮らしていました。いつも笑顔で家族を支えてきたペギー。そんな彼女が突然倒れてしまい、夫や子供たちも不安を隠しきれずにいたのですが、ママ、なんだか体が変なんだ。ペギーが退院した矢先、なんと10代の息子トラビスとドウェインにも同じ症状が。さらにペギーもまた体調を悪化させ、今度は3人揃って入院することに。一体何が起こってるんだ。相変わらず何度検査をしてもペギーたちの体調不良の原因は分からず、途方に暮れる医師たち。そして真の原因が分かった時、家族はさらに深い謎に包まれるんです。家族が全員揃って同じ症状にかかって、その原因が分からないとか、めちゃくちゃ
怖すぎない？ほんと不気味ですよね。その症状の原因っていうのは、この件が立派な殺人事件だっていうことを暗に示していたんです。ペギーの入院から1ヶ月が過ぎたある日、彼女を診断した神経内科医リチャード・ホストラーは深刻な表情を浮かべていました。実はリチャードは研修医時代、同様の症状に見舞われた患者を見たことがあり、ペギーの症状に覚えがあったんです。そして彼は確かにこう言いました。この症状は毒物かもしれない。入院以来、ペギーには髪の毛が抜け落ちるという得意な症状が現れていました。それは医師のリチャードがかつて見たタリウム中毒の患者そのものだったんです。実際に検査をしてみると結果は陽性。原因が分かったことで治療が進み、息子2人はどうにか回復へ向かいます。しかし最初に発症したペギーだけは別でした。彼女は息子たちと違い、体内から自然量の2万倍ものタリウムが検出されており、治療をしてももはや助かるレベルではなかったんです。ペギーは日に日に衰弱、体の痛みは絶えず激しくなっていき、最後には話すことすらできなくなるんです。なんで私が。その目に涙を浮かべながら家族に向かって何度も手話でそう問いかけていたペギー。1989年3月3日、最初に倒れてから4ヶ月後のその日、彼女は静かに息を引き取ったんです。身に覚えがないことで死ななきゃならないなんて辛すぎるわよ。そんな毒いつどこで体の中に入ってきたの？そこなんですよ。タリウムっていうのは普通に生活してたら絶対に触れることのない毒物なんです。というわけで本日のメドラキーワード、タリウムについて。タリウムとは鉛に似た柔らかい白色の重金属。誤って摂取すると腹痛やめまい、脱毛などの中毒症状が現れ、最悪死に至ります。成人の場合の致死量はたった 1g。無味無臭で水に溶けやすいため、タリウムを使用した殺人事件は国内外で珍しくないんです。タリウムはその特性を生かし、電子部材や光学ガラスの原料となっているほか、以前は農薬や殺素剤にも使用されていました。非常に危険な物質のため、日本では劇物に指定され、自治体が認めた業者のみが入手可能。一部の西ヨーロッパ諸国やアメリカでも使用が禁じられています。猛毒のタリウムによって命を落としたベギー。その毒物は非常に巧妙な手口で、家族が日常的に接するものに仕込まれていたんです。現実になった殺人予告。ペギーがタリウムの毒によって亡くなったことが判明すると、警察は彼女の死を殺人事件として立件。ペギーの自宅の井戸水から敷地内の果樹園までくまなく毒物の摂取経路を調べるんです。するとタリウムは恐ろしく身近なところから見つかりました。どうやってこんなものの中に。警察が怪訝な目で見つめていたそれはコーラの空き瓶でした。ペギーの自宅にあったコーラの空き瓶からは確かにタリウムが検出されました。しかもそれは飲み終わったものだけではなく、ストックされていた未開封の瓶にも混入されていたんです。分析の結果、コーラの蓋は一度開封されており、後からタリウムが入れられていたことが判明。そうなると工場や販売元のスーパーで管理されていた際に混入されたようにも思えますが、それは不可能でした。開封した蓋を未開封と見分けがつかない状態に戻すその細工には相当な手間が必要で、工場や店に置かれている限られた時間でできるものではなかったんです。そこで警察が真っ先に疑ったのはペギーの夫パイ。実は夫のパイはここ最近不倫相手の元に通っており、夫婦間には亀裂が生じていました。さらにパイは地元の鉱山で働いていたため、タリウムの入手ルートもあったんです。ところが警察のこの見立てはすぐに間違いであると判明。それはパイ自身の体内からもタリウムが検出されたため。彼もまた知らず知らずのうちにタリウムを飲んでいた被害者だったんです。こうして捜査は振り出しへ戻りますが、ここで夫のパイが事件に関係していると思われる重要な事実を思い出すんです。そういえば以前脅迫文が届いたことがありました。脅迫文ってそんなもの届いてたのにさ、夫の方はそれすら忘れてたみたいな、そんな雰囲気のじゃない？普通気が気じゃないわよ。脅迫文が来てから毒が盛られるまでは結構時間が空いていて、夫の方も何もなかったじゃんって油断する頃合いだったんです。夫パイの言う脅迫文が届いたのはペギーが最初に倒れた時から約3ヶ月前。タイプライターで書かれたその手紙には次のように書かれていました。2週間以内にフロリダから出ていかなければお前たち家族全員が死ぬ。これは冗談ではない。夫のパイはこの手紙をいたずらだと思い、当時は特に気にしていませんでしたが、妻が毒殺された今となって思い当たる節は他にはありませんでした。またパイが住むフロリダ州アルトゥラスは治安のいい町で、家族は家の鍵を開けたまま過ごすことも多かったといいます。つまり殺害予告の手紙を送った人物が家に侵入し毒入りコーラを仕込むことは十分に可能。これらの事情から警察は近隣住民への捜査を進めるんです。実は脅迫文に書かれていたフロリダから出ていけという言葉がこの事件の鍵なんです。そして警察が突き止めた容疑者はかなり手強い相手だったんです。天才殺人鬼。
脅迫状の話を聞いた警察は早速近隣住民への聞き込みを開始。治安のいいアルトゥラスの街で突如起こった殺人事件に口々に恐怖を訴える近隣住民たち。その中で一人だけ警察がその態度に違和感を覚えた人物がいたんです。その人物とはペギーの家の隣に住む男性ジョージ・トレパル。誰かが彼女たちをこの街から追い出したかったんでしょうね。一家を襲った毒殺事件に対し淡々とそう語ったジョージ。その言い草はまるで一家に送られた脅迫文の内容を知っているかのようでした。2週間以内にフロリダから出ていかなければお前たち家族全員が死ぬ。これは冗談ではない。50人以上に聞き込みをしてその脅迫文を思わせる発言をしたのはジョージただ一人だけ。警察はその状況から彼こそがペギーを毒殺した犯人に違いないと悟るんです。さらに調査を進めるとジョージの妻ダイアナがペギー一家とあるトラブルを起こしていたことが発覚。彼女はペギーの家から聞こえる大音量の音楽や犬の鳴き声がうるさいと一家にたびたび苦情を入れていたんです。するとペギーの息子たちはそんなダイアナを煽るかのようにわざと大きな音を立てたり花火を打ち上げたりして反抗。両者は険悪になっていくばかりでペギーが体調を崩す2日前にもダイアナは一家に怒鳴り込みに行っていたんです。しかしそこから警察が疑ったのはトラブルの中心にいた妻ダイアナではなく夫のジョージでした。それは事情聴取の際に彼だけがペギーの死に冷たい発言をしたこともありますが、何よりもダイアナより夫ジョージの方が毒殺犯として適性があったため、まずジョージには犯行を行う時間的な余裕がありました。妻のダイアナは整形外科医でしたがジョージは自宅で働くプログラマー。コーラにタリウムを仕込む時間は十分にあるんです。またジョージの性格は毒殺犯のプロファイリングに一致していました。 FBI はこの事件の犯人を知的な白人男性で直接の衝突を避ける消極的な性格と分析。短期ですぐにクレームを入れるダイアナよりもジョージの方がこの特徴に当てはまっていたんです。そして最後に実はジョージには前科があるんです。彼は大学生の頃からドラッグを常用しており、20代の時には違法薬物の製造で逮捕・服役した過去がありました。その薬物の製造にはタリウムも使われていたことから入手方法や取り扱いにも慣れていると推測されたんです。ジョージのそれらの特徴を踏まえ警察は彼が犯人であることをほぼ確信。しかし直接的な物証がない限りジョージを逮捕することはできません。ジョージはその物証を何一つ残していなかったんです。実はジョージと妻のダイアナは世界の人口の上位 2% の IQ の持ち主しか入れない国際グループメンサに所属する人物。特にジョージは推理ゲームが趣味でメンサの仲間と一緒に架空の殺人事件を解決する遊びを頻繁に行っていたといいます。天才的な頭脳、そして犯罪に対する深い知見を持った彼にかかれば完全犯罪も不可能ではなかったんです。これはもう奥の手を使うしかないな。神妙な面持ちでそうつぶやいた警察官。殺人の証拠を絶対につかませないジョージに対し警察に残された手段は一つしかありませんでした。その方法はメンサ会員になりすまし彼と懇意になること。天才殺人鬼であるジョージを騙して近づくその方法は極めて危険な行為でもありました。それでも警察は潜入捜査を決行するほかなかったんです。すごい展開になってきたもんね。メンサ会員になりすまして潜入捜査、まるで映画じゃないもん。犯人のジョージも強敵ではあったんですが、この潜入捜査官もね、かなりの手だれなんですよこれ。命がけの駆け引き。ジョージの犯行の証拠をつかむため警察は一人の女性捜査官をメンサへ送り込みました。スーザン・ゴレック。ベテラン潜入捜査官である彼女はシェリーという偽名を名乗ってジョージに近づくんです。こんにちはジョージ。いやーシェリー元気かい。スーザンがシェリーとしてメンサに潜入して数ヶ月、彼女はすっかりジョージ夫妻と仲良くなっていた。穏やかで気さくなジョージの話は知的でウィットに富んでおり、誰もが彼に好感を持つと思えるものだった。しかしスーザンの任務はその笑顔に隠された素顔を暴くこと。そこで彼女はジョージにとある嘘の悩みの相談を持ち明けた。夫の DV で悩んでるんだけど離婚に応じてくれなくて。彼女が演じたのは夫を殺したいほど憎んでいる妻。言葉の節々に殺意をちらつかせることでスーザンはある言葉をジョージから引き出そうとしていた。そんな彼女の振る舞いにジョージは普段見せない皮肉っぽい笑みを浮かべる。そして彼は確かにこう囁いた。一番いい方法はね、毒を持って殺しちゃうことさ。それはスーザンが初めてジョージの本性を垣間見た瞬間でした。しかし当然その発言だけで彼を逮捕することはできません。目の前の犯罪者を捕まえられないもどかしさを感じながらもスーザンは以降もジョージの隙を狙い続けますが、彼は2年もの間何一つ手がかりをつかませませんでした。そして転機となったのはジョージの妻ダイアナが遠方に新しい診療所を開業したこと。ジョージはその機会に今の家を手放すことになったんです。ここでスーザンは一世一代の大勝負に出ます。ねえジョージ、引っ越すなら今のうち私が住んでもいいかしら。ジョージは
しばらく考え込む素振りを見せますが、スーザンが彼と過ごした2年の時間は2人の間に確かな信頼関係を生んでいました。ああ、もちろんさ、君が住んでくれるなら安心だ。数日後、スーザンはジョージの家に引っ越し、仲間の捜査官と共に家の中をくまなく捜査すると、その家のガレージからは複数の化学薬品と瓶の蓋を閉め直す機械が発見されたんです。また機械のそばに置かれていた小瓶の底にはわずかに白い粉が、その粉を分析に回し、あとはタリウムであることを祈るだけとなったんです。そこからスーザンは今かと中身の解析を待ちましたが、結果はなかなか上がってきませんでした。実は当時警察は他の大きなテロ事件の捜査に追われており、ジョージの事件は後回しにされていたんです。2年もその事件を追い続けていたスーザンとしては何もせずにはいられず、その間も彼女はジョージに譲ってもらった家に警察が訪ねてきたと鎌をかけました。 I think you neglected to tell me something. Oh, yeah, somebody got poisoned next door. Said who was it? That might not be a lot to you, but it's a lot to me. Oh. Oh, well, sorry. They said they never caught the person that did it, and it really frightened me. 冗談めかしながらも警察が確実にジョージの元へ近づいていることを伝えるスーザン。ジョージは一見平静を装っていましたが、その目には焦りの色が。そして彼はスーザンに向かって突然こんなことを言い出すんです。ところで僕たちの新しい家を見に来ないか。この時スーザンは断っていますが、もしジョージの誘いに乗っていたら恐ろしい結末が待っていたのかもしれません。これ口封じ的なことよね、どこまで言っても得体の知れない怖さがある犯人よね、スーザンもね、女性一人でよく戦いましたよね、これ。うんその後、ようやくジョージの家にあった白い粉が解析され、それは紛れもなくペギー殺害に使われたタリウムと同じ物質だということが判明。妻のダイアナと同様に一家の騒音に腹が立っていたジョージは、たったそれだけの理由で殺人を犯していたと明らかになったんです。1991年3月16日、ペギー殺害の罪で有罪となったジョージの判決は死刑。官房に入ったジョージは以降も時折、周りに自分と同じ知性レベルの人間がいないと嘆いていたといいます。最悪の犯罪を犯したにもかかわらず、他人を見下す言動をやめないジョージ。いくら高い知能を持っていたとしても、彼を真に賢い人間だと言えるでしょうか。才能を私物化してはならないとはよく言ったもの。人より優れた能力があるからこそ謙虚になり、多くの人のためにそれを使うべきだと僕は思います。せっかくの才能を犯罪に使うなど言語道断。あなたは自分の才能を使って何がしたいですか？